糸秀の改善3分間レッスンを始めます。テーマは誤解のなぜです。発生したトラブルに対し繰り返しなぜを実施することで表面的な原因ではなく真の原因、真因をつかむことです。そのためには4つのポイントがあります。1、何をなぜするのか。漏れ、落ちなく実施するために 4M の視点ですね。既成概念を持たないという意味でゼロベース思考によってなぜをしていただくということです。2つ目、何からなぜをするのか。単純で身近なところ、自分の責任範囲から実施するということが重要です。3つ目、なぜを実施した結果は事実かです。観察して確かめる。これは現地現物でということですね。観察してわからないものは良品と交換して確かめていくということですね。それから4つ目、確認した事実は原因になり得るか。単純な表現か、例えば10文字以内で事実を素直に表現していくということです。原因の中に因果関係を含めないということも重要です。何々なのでとは不要です。で、因果関係は逆も成立かを確認してください。A があれば B になる。逆に B があれば A になるというようなことですね。こういったことです。ゴーナゼの一例です。これは有名なゴーナゼなんですけれども、まず機械が停止しました。機械が停止したのはなぜかと調べたらですね、オイル潤滑の異常だったということです。オイル潤滑の異常がなぜ起きたのかと言いますと、潤滑ポンプの能力が低下した。じゃあポンプの能力低下はなぜ起きたのか。そしたらポンプの軸ですね。軸の摩耗だった。じゃあ軸が摩耗したのはなぜなのかですね。軸にキリコ、これは金属を切削した時に、出る金属の粉ですね。これが軸に入り込んだ。じゃあ軸にキリコが入り込んだのはなぜかというですね。このろ過器ですね。そのキリコを入らないようにするろ過器が未設置だったということです。これがいわゆる真の原因となります。例えばゴーナゼの途中でですね、オイルの潤滑が異常だったと。じゃあオイルを変えればいい。もうこれで済んだとかですね。もう一つはオイルポンプの能力低下したから、オイルポンプを変えました。で、これだけではですね、このキリコのろ過器が設置されてないので、時間が経てばまた同じことが起きますね。ですからきちっとゴーナゼをやって真因をつかんで、それに対して手を打つということをやることによってきちっとした対策ができます。ですからこういったところですね、5回のなぜというのはですね、4回できちっと真因がつかめる場合もありますし、5回やっても真因がつかめない場合は6回目とか7回目というような形できちっと真因をつかむまでやるということが重要です。ですからいろんな原因をつかむためにはですね、5回のなぜをすることによって真因をつかむようにしてください。